タイトルね。インテルの CPU に殺されかけましたっていうタイトルで資料を作ってまいりました。そう、VTuber にとってはね、配信ができないイコール死なんですよ。なぜユアがこうなってしまったのか、簡単にね説明していきたいなって思います。まずね、ユアちゃんのね昔の PC スペックを見ていきましょうよって。でじゃん。強いパソコン使っておりました。まず CPU インテルインテルの Core i5-13600K を使っております。でGPU が GeForce RTX 4070Ti、 マザーボードが MSI Z690 トマホーク DDR5。 そう、強いんです強いんです。でメモリが G スキル 48GB を2枚で、 SSD がサムソンの990 Pro 2TB で、 PSU 電源ですね。電源がコルセアの RM1000E を使っております。こんなに強強な PC を組んだのになぜ早僕してしまったか。まあね、ことは遡りまして、8月3日ゲーム配信をしていたところ、急にブルースクリーンが発生。ゆあちゃんはね、さっさと解決できると思って、枠を立て直したり再起動をしたりして、皆さんちょっとねお待ちください、11時頃に再開しますよなんて言ってね、のんきにやっていたんですよ。ところがそれが間違いだったんです。勝手に起動してはブルースクリーンを繰り返して、で自動修復っていうのを選択してね、普段はそれをすればまあ解決できるかなって感じなんだけど、まあ自動修復も押せないわ、何にもできないわ。地獄の始まりだったんです、ここからが。でまあね、こういう感じになった時にね、皆さんやることといえば一つ、セーフモードっていう機能を制限して PC に入りやすくするよっていう機能があるんですよ。じゃあセーフモードしようじゃないか。ブルスクです。セーフモードでさえパソコンに入ることができなくなったんですよ。もうね、地獄オブ地獄。パソコン初心者のようではもうどうも太刀打ちできないということで、急遽ね配信を中止させていただいたんですよ。でもね、まあまだね、ゆあちゃん復活できるなんて思っておりました。で恐ろしいことにね、たくさんのエラーコードが出たんです。 K モードだったり、ページフォルトないないだよみたいなシステムサービスエグゼプションみたいな、なんかねすっごいいっぱいあった。一番困ったのがハイパーバイザーエラーみたいな、もうようわからんエラーまでねいっぱいいっぱい出てしまったわけですよ。でまあね、このエラーを見る限り調べたら、マザボか OS Windows アップデートの失敗かメモリに問題があるなっていうことだったんで、とりあえずね新しいメモリを購入しました。32,000円です8月4日事件の翌日に新しいメモリを購入し、メモリの交換をして修復を試みますと、治りません治らなかったんです。ここまで来ても一切治らなかったんです。でブルスクがねこんなにも止まらないのはおかしいなっていうことで、いろいろ怪しいデバイスのドライバーの更新とかアインストールをしてみたけど、何にも太刀打ちできず、ずっとブルスクが発生してしまったわけです。そしてゆあちゃん、いろいろ調べた結果、コマンドプロンプトとかいう難しいやつに挑戦してみたんです。なんかカタカタサイトに書いてある文章をパチパチポチポチ打ったりしてね、やってしまったわけですよ。この結果どうなると思います？コマンドプロンプトいじるもんじゃありません。結果 PC が一切動かなくなりましたとどめを刺しに行ってしまったわけです、私やっちゃダメ。PC 素人はやっちゃダメなんです。でこれはさすがにマジよと思ってさ、これはもうパソコンが動かないということは、まあね、データ今まで頑張ってきたものが全てないなってしまうと思って、データサルベージをしようと隠してます。デポってところにようちゃん急いで走っていきました。助けてーって。でデポでまあそのデータの復旧だったり、まあいろいろ見てくださいって言ったところ、なんとねバカ高かったの。すごい高くて
データを取り出すのにデータ取り出せるか調べるとか作業とかあるからさ、それにまずね6万円ぐらいって言われたの。意味わからん。高くてびっくりした。ゆあちゃんはパソコン初心者なので6万円みたいな。でデータが破損していた場合は15万円から20万円かかるって言われたんです。そんな月収じゃないですか。まああまりのね金額に尻尾を巻いてゆあちゃん逃げましたよまたで覚えてます。8月の5日絶望してたんです。もうこれ以上どうすればいいんだろう。修理業者を呼んだって治るっていう確証はないし、お金もないしなんとフォロワーさんに PC マスターを紹介していただいたんです。ありがとうございます。そしてゆあのねパソコンを組んでくれたお友達も召喚し、ダブルカスタマーサポートを開始していただきましたパソコンを組んでくれた激強の人とPC マスターの2人体制でねゆあちゃんをね助けようとしてくれたんですよ。でまあ難しいまずバイオスを物理的にね初期化をしたんですよ。なんかすごかった。ピンをプイッてしたりしていろいろねやっていただいたんですけれども、ブルスク祭りバイオスもダメと。でここまで来たらもしや Windows アップデートが失敗したのではないかという仮説が立ちます。確かにゆあここ最近やっちゃったんですよ。そのアップデートが失敗してしまうとPC が動かなくなってしまうということがあると。でこれを解決するためには Windows 11の OS のクリーンインストールが必要になってくるんですよ。でクリーンインストールをするために何が必要かというとデータのサルベージです8月7日クリーンインストールに備えてデータバックアップのために SSD を2枚購入しました。44,000円です。クリーンインストール、そうまっさらな状態初期化ですWindows を初期化しようと試みます。でまあそのためには SSD が足りないってなりまして、 SSD にゆあね OS と普通のデータ全部一緒に入れちゃったの。そしたらねデータもないなるわけですよで一番上OS とソフトウェアを入れるための 0.5 テラの SSD1 枚とメインストレージ用で使う2テラのやつで、もう1個はねゆあちゃんが持ってた、2テラの同じく SSD3 枚体制で挑もうという。そうデータはねみんなバラした方がいい。見ているか VTuber、 OS とソフトウェアとデータはバラせ、こうなるぞ。で44,000円が飛んでいきましたと。 OS とソフトウェアはね 0.5 テラぐらいでいいっていうことだったので、ゆあちゃんは動画編集だったりいろいろなことを自分でするので2テラをメインストレージ用としました。で PC マスターも見たことのないようないくつものブルースクリーンを乗り越え、なんと OS のクリーンインストールが完了しました。パチパチパチでそっから2日間ぐらい安定してパソコンが動くようになったのでデータよいしょよいしょしてたんだけど、いくつかのデータが消えてしまいました。でもゆあは何のデータが消えたか覚えてないの、消えてしまったから。でも何かゆあの中で欠けているものがあるような気がするの。だがしかし少ない犠牲で済んだということはいいことではないか。何が一番大変だったって Windows が初期化されたんです。ということは設定が1からになるんです。ゆあちゃん配信のためにやったあれやこれややんややんやが全部まっさら泣いた。で8月10日復活配信をしようと試みます。8月10日ゆあちゃんは VTuber としての死という枠を取れます。で配信できるぞって思ってゆあはねビーフシチューを作りながら配信前過ごしていたんです。何が起きたと思いますか？配信20分前ブルースクリーン祭り再開。死ね！意味がわからん。配信20分前よ。それまでさ一日中ずっとなんか動画編集だったりいろいろな設定の見直しとかさ一生懸命頑張ってさ OBS 立ち上げていろいろ配信のセットアップとかも終わって軽くご飯食べて配信しようみたいな感じだったのにブルースクリーン祭りが再開なんです。死んだかと思いました。辛かった。そし
してね、ユアは過去の教訓を生かし、一切 PC に触らない。触ることが怖くなったんです。でも1回目の反省を生かしてね、いろいろなエラーコードだったりなんなりを X 上にまとめることにしたんです。メモ代わりに。で X で有識者の方に助けを求めまして、助けてーって言ったら、プロの方々からね、マザボが悪い、もしくは CPU が悪さをしているのではないかという説が浮上いたしました。で、ユア的にはね、出てるエラーコードが結構メモリ関連のものが多くて、でもメモリは差し替えたじゃないですか。ってなると、マザボ側のなんかメモリスロットの不調かなと思ってユア、8月12日事件の2日後ですね、さらに。マザーボード、次世代のマザーボードを購入しました。中古で29,000円です。ピンが割れてました。みんな、中古品を買うときは気をつけろ。そうなの、中古品は動いてたから安心して買えるなと思って買ったの。で、マザボを取り替え起動させてみるも、ブルースクリーンというか、バイオス画面でフリーズしちゃうの。で、バイオス画面ってなんぞやって思うじゃないですか。マザーボードの設定画面みたいなのがあるんだけど、そこでフリーズするの。あるはずがないの。この画面でフリーズなんて。もしかしてこれって原因ってあいつ。そう、 CPU が悪さをしていたんです。そう、消去法なの。消去法しかなくて高いこんなちっちゃいんだよ、本当にめっちゃちっちゃいのに、おつまみクラッカーの半分ぐらいしかでかさねえくせにバカ高いのこいつ。だから後回しにしてしまったのね。で、実はね、ゆあちゃん PC がダメダメになっちゃった時に、ともしかさん、しかちゃんに、インテルの13、14世代を使ってるならもしかしたら CPU が悪さしてるのかもねっていうことを言われていたのにもかかわらず、ユアはエラーコード的にメモリが悪いとか思っちゃったわけ。で、13、14世代っていうのはね、致命的な欠陥がありまして、次元爆弾という異名を持つ CPU だったんです。どなとね、インテルって言ったら、ユアが持ってる CPU は交換ができますよと。でもそれには 1,2 週間かかるよって言われたの。待てるわけがなくないですか？で、待てないユアちゃんは、8月14日に、インテルのコア i9-12900K を新品で購入しました。こちらが55,000円です。やばくない？高くない？そう。CPU を買い替えた理由があってね、交換に出したらその間手元に CPU がなくて 1,2 週間さらにパソコンに触れなくなるっていうのと、交換したとしても同じ13世代のものが来てしまうの。だったら優秀だと言われている前の世代、12世代の CPU のいっちゃんいいやつを買ってやろうじゃないかと思って買いました。そう、性能はそんな上がってないけど、13、14世代はさ、本来の性能をあえて制限して暴走させないようにするっていう、なんかようわからん仕様や。ムカつくやん。これぐらいの性能使えますよって言われて、でもそのぐらいの性能使っちゃうと PC がダメになっちゃうから、その機能を制限するためのソフトウェアみたいなのをBIOS に搭載しますのでみたいな、なんかようわからんの。意味わからんくない？本当に意味がわかんない。レポのさ、やつに比べたらいいよ。あれデータサルベージで15万ですからね。いい買い物だと思います。そして動くんですよねー。もちろん動くんです。今までゆあちゃんはメモリだったり SSD だったりマザボだったり CPU だったりいろいろ買い物したんです。総額が、16万円16万円飛んでいきました。勉強代です。でもね、これは仕方なかったし、修理業者の方を呼んだり、データサルベージをしたりしたもさ、これプラスさらにかかるわけじゃないですか。だから仕方ないの、これは。本当にしんどかった。だがしかしこれで配信ができると思い、ルンルンで配信準備をするんですよね。8月16日に配信をすると告知をし、ニコニコで準備を始めます。そして来たる8月16日配信をするの、回線問題が発生。
ガビガビのラグラグでぐるぐるでした。皆さん、昨日見た人はわかるかもしれないんだけど、一生ぐるぐるだったの。ユアの世界と君たちの世界の間に2、3分ぐらいのラグが発生したの。ありえないことです。そう。回線問題だと思うじゃないですか。こんなにラグかったら。エラーの内容が YouTube がなんだっけ、受信している動画が少なすぎますみたいな、視聴者側でバッファーが発生しますみたいなのがあって、Wi-Fi のせいかと思って Wi-Fi 調べる。上りは 570Mbps。問題がない。早いんですよ、Wi-Fi。ナスカー並みに早いんです。意味がわからないじゃないですか。そっからどうしようもないから、昨日の配信はね、一旦中止とさせていただいて、原因の究明に走ります。まずね、OBS が怪しいと思い、OBS の設定の見直しだったり、ダウングレード、プラグインのアンインストールを試してみました。だがしかし、ガビガビのラグラグのぐるぐるは止まらなかったんです。で、フレームのドロップ、見えますか？ドロップフレームですね。これ本来アップロードされるはずの情報、アップロードされるもののうち、このぐらいが何もできていませんよ。その割合なんと 43%。 What the fuck? Bitch, my PC is stupid! こんなドロップが出るはずがないんですよ。ありえないの。半分以上使えてないの。こんなにいい PC をもってして半分も使えていないだと。そりゃあダメだよと思いね。で、昨日のツイート、助けてー、みんな助けてーっていうツイートをさせていただきました。でね、本当にありがとうございます。たくさんいろいろ教えていただいて、いろんなものを試した中、グラボのドライバーアップデートをやってみたんです。 NVIDIA です。そしたらね、動いたんですなんか知らんけど快調に動くようになって今に至るということですね。いやー、これは盲点だった。グラボのドライバーアップグレードはぁってなって今に至ります。いや、わからんよね。グラボでネットワークが改善されるなぜって思ったんだけど、グラボ側がうまく働かないとなるみたいなのがネットで調べたら出てきたりした。で、8月1日から17日、今日に至るまでです。動画編集が一切できていなかったし、動画投稿もできない。もちろん配信もできていなかったんですよ。現在までの YouTube 収益、2万円です。やばいです。で、メモリ32,000円、SSD44,000円、マザーボード29,000円、CPU が55,000円、トータルマイナス14万円。長い戦いだったし、すっごい金は飛んでいきました。お母さん助けてユアから言えることはただ一つ。インテルと NVIDIA を許すな。 AMD を買え。ユアはね AMD を買うことができなかったんですよ。その理由が買っているマザーボードの規格が違うので AMD をね積むことができなかったんです。だからみんないいか、インテルではない AMD を買え。そして NVIDIA グラボのアップデートはしましょう。 NVIDIA 悪くない確かにユアがアップデートを怠ったから、本当に待っていてくれてありがとうございます。そしてPC を修理するにあたっていろいろアドバイスをくださったり助けてくださった皆さんも本当にありがとうございます。この2週間さ、メイン PC がさこうなっちゃったからさ、動画の編集もできなければストックのアップロードとかもできなくて、このまま消えちゃうんじゃないかと思ってすごい不安だったの。だからどうにかして直したいなと思って頑張ってきたから、本当にありがとう。 PC が生きててよかった。いやー、やばい、ごめん、泣いちゃった。13、14世代を使っている方ね、交換してないよっていう方は今すぐ BIOS のアップデートをしろ。 BIOS のアップデートをすればこうはならない。ユアは PC が破壊されてから BIOS のアップデートをしてしまったんだ。もう時すでに遅し。ブルースクリーンは止まりませんでした。BIOS のアップデートについてはね、多分自分のマゾボにあったやつで調べた方がいい。そして原因になったやつを見ていきましょうか。はい、
はい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 。死刑です。ペナルティー。こいつどうしてくれようか。ちょっとみんなにね晒したかっただけです。この悪の CPU を晒したかっただけなんです。インテルを許すな。 AMD を買え。以上、ブルースクリーン系 VTuber のうのやでした。おやちでした。バイバーイ。